今日はいよいよお待ちかね、山に山の話です。誰も知らないかな。誰も待ってないし、視聴維持率もちょっとやばそうかな。でも、非常に興味深い山に山の話をあなたに伝えたい。ぜひお楽しみください。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。はい、今日は山に山の話です。今日のサムネイルを見てクリックしたあなた、すごい貴重な方だと思います。ほぼ誰も興味のない、そして知る人ぞ知らないこの話題。再生回数は私の動画の中で最低になる予感の動画になりそうです。と、ちょっと前振りが長かったですが、本題に入りますね。山に山です。これは何かと言いますと、私もよく知りません。すみません。ただですね、このバガバットギーターの本の中にちらりと出てきます。そしてこれはまた非常に大事な話ですのでお伝えしたいと思います。山に山とは何か知ってる人？はい。あ、一人いましたね。もしもですね、あなたが山に山のことを知ってるようでしたら、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。これはですね、日本では八子則と呼ばれているものの一つです。8つの道とも言われます。これはざっくり言うと道徳的な教えになります。ここで先に結論を言ってしまいますと、この道徳的な教えについて順番が逆になってしまっていると、この本の冒頭、初めにのところに書かれています。今日は何がどう順番が逆になっているか、それについて解説します。山に山っていうのは、ヨーガの哲学書と言われるヨーガスートラに書かれている教えです。ヨーガスートラの編集者と言われるのはパタンジャリ。パタンジャリ、ちょっと発音はわからないんですけど、その人によって書かれているそうです。この本の著者のマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの話の中でもたびたび出てくる方です。ちなみに今日の話は全く覚えなくてもいいし、気にしなくてもいい話です。さて、それでこのバガバットギーターですね。この本の552ページ、電子書籍版では、追録の中の4のインド哲学の6体系の中のヨーガのところです。ちなみにインド哲学の6体系のどの観点から見ても受け入れられる知識が真理として受け入れられるということで、このバガバットギーターを6つの体系に照らし合わせてみて、その知識の裏付けについて一つずつ解説されています。その中でヨーガのところに山に山の話が出てきます。まずは山ですね。これは5つの遵守すべきこととして取り上げられています。インターネットなどで調べると、山は禁戒と言われて、やってはいけないこととか、人に対して守るべきことというふうに出てきます。これには5項目あります。1、真実。2、非暴力。3、他人のものを欲しがらないこと。これは一般的には盗まないことと言われて、他人から盗まないのはもちろん、地球などの資源や形になっていないものなども含まれるようです。4番、純潔。これは無駄にエネルギーを使わないとか、動作や考えを一つ一つ丁寧にすると表現する人もいます。5番目、他人の所有物を受け取らないこと。これは貪欲さや欲望、執着と表現する人もいます。真実についてはその場の雰囲気を壊さないとか、
相手への思いやりからの甘い真実を語るというものは許されるそうです。自分のための嘘、自分をよく見せようとか、自分の利益のための嘘っていうのはあまりいいこととはされていません。次に、ニヤマです。生命が次の5つの規則、ニヤマによって自然に支援されていれば、ヨーガの状態が体と神経系の領域に確立されていると言えそうです。ニヤマについては、すべきこととも言われています。ヤマは他人に対して、ニヤマは自分に対して守るべき行動という人もいます。これも5項目あります。1番、浄化。2番、満足。3番、苦行。これは鍛錬とか精神修行とも言われます。4番、学習。これは自分自身への探求や学び。精神的な向上。自分を良い方向に導いてくれる知識なのです。5番は神への献身です。手放す、受け入れる。自分ではどうしようもないことについて身を委ねるとか、あるいは神様への信仰などだそうです。ちなみに以上はマハリシ先生の正式な話ではなく、わかりやすく私が付け加えて説明した部分もあります。さて、これらがヤマ、ニヤマでした。これは冒頭でも紹介した8子則、アシュタンガと呼ばれると思います。ヤマ、ニヤマを含めて8つあります。他の6個なんですけども、アーサナ、プラーナヤマ、プラティアハーラ、ダーラナー、ディアーナ、サマーディとなります。興味のある方は調べてみると面白いと思います。この最後のサマーディですね。瞑想という人がいますが、ヨーガの状態とも言われます。難しい言葉が続いていますが、ここで簡単に整理してみます。まず、ヤマ、ニヤマから始まって、サマーディという8つがあります。サマーディはイメージ的には悟りと考えていただいていいと思います。つまり、ヤマ、ニヤマという良い行動から始まって、それができるようになっていくと、悟りの状態に行くという話です。これが一般的に言われている話で、これに関してマハリシ先生が順番が逆になってしまったというお話をされています。どういうことかというと、まずはサマーディですね。悟り、それが先です。そしてその意識レベルに到達すると、自然にヤマ、ニヤマの行動をとることができるということです。もっと簡単に言うと、おはようございますとか、こんにちはって挨拶をするのはいいことですよね。そうやって一般的にいい行動をすることで、やがて立派な人になる、悟りを開けるようになるというのが一般的に伝わってきているということです。周囲の人に良い影響を与えた方がいいですし、その方が生活も仕事もスムーズです。それを否定するつもりはありません。ただ、ヤマ、ニヤマを全て実践しようとすると、なかなか難しくて、自分自身が緊張したり、辛くなったり、疲れることもあるかもしれません。あるいは偽善者というような感じになったり、自分らしさがなくなることもあるかもしれません。そういう生活って楽しくないんじゃないかなって思います。自分らしく、のびのびと毎日を楽しく過ごしたいですよね。それには、とりあえず挨拶をしたくないときはしない。勉強をしたくなければ勉強しない。ということでもいいのではないかと思います。それは人それぞれの考え方なので、その人が社会的に不便だとしても、その人がそれを選んで楽しいのであれば、それはそういうものではないでしょうか。その上で、もしもその人が悟りを開いた状態になると、いつも楽しく過ごすことができるわけですから、周囲の人にこんにちはって楽しく声をかけたり、何かを学んでみたいと積極的になるかもしれません。マハリシ先生が順番が間違えられてしまったというような表現をしたのは、このサマーディを得る方法が失われてしまったためということです。サマーディ、
悟りですね。それは山、見山などの実践によって得られるものではありません。サマディを繰り返し経験するからこそ、その人の道徳性が高められると、このバガバッドギーターの本の冒頭に書かれています。これは宗教や哲学のあらゆる領域が過去何世紀にもわたって誤解され、間違って解釈されてきたということです。もちろん山、見山などの教え、哲学は素晴らしいものです。ぜひ実践した方が良いものです。それにサマディを体験する技術を加えることで、さらに良い人生を送ることができるということをあなたにお伝えしたいと思います。このバガバッドギーターをはじめとしたインドのさまざまな聖典に関して、現在の解釈には放棄という考えがあまりにも満ち溢れているとマハリ先生はおっしゃっています。シャンカラの英知における真髄を見失ってしまったために、世界が無知と苦しみの中に深く沈んでいってしまいました。その理由はサマディを実現する技術、超越瞑想という技術を使わなかったためですね。現代では超越瞑想があります。毎日の超越瞑想の実践によってサマーディを体験し、それが定着していきます。マハリシ・マヘーシ・ヨーギーによって現代にシャンカラの英知が復活されたということはとてもすごいことだと思います。超越瞑想はとても簡単です。とても簡単なテクニックなのですが、こうしてインド哲学など膨大な知識の中でも生き生きと活用される素晴らしいテクニックです。インド哲学に興味のある方、宗教家の方々にもぜひ超越瞑想を実践していただきたいと思います。人生がダイナミックになると同時に平和で安心な日常生活を過ごすことができます。さて、今日の話はいかがだったでしょうか。山に山はとても素晴らしい教えです。まさにこうあるべきという内容です。これを自然に無理なく行うことができれば、それはとてもいいですよね。そして超越瞑想を行うことで、それがまさに無理なく自然にできるようになるということをお伝えしました。今日のお話は以上です。超越瞑想を学びたい方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている瞑想の説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで教えています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。